感じ？スクオリティだな。スクオリティだこれ。すごいそろそろ入れないといけないってやつね。どうぞ。本当にこんだけでいいんだ。不安すぎるんだけど。いいんだろうね。とりあえず指示通りにやってみないと。ですよね。それは。もうこのまま本当は行くはずなのよ。これでなんかこうトンとしたね。トンカチありますよ。あ、トンカチしたらいいかもね。壊しそうじゃん。で、溝を見ながら。ね、間違えるとね、えらいことになっちゃうから、さっきのような。お、いいですね。もう行きますよ。はい。
まあ足は使わないの。足は使わないの。はあ、できた。見て。そうだね。こういう感じで、こういう感じじゃない？おそらく。大丈夫大丈夫。でこうやってしばらく置かないといけないから、ちょいはみ出るぐらいでいいんだよね。しょうがないね、これは。はい。同時にお掃除もされてる気がする。本当だね。ゴミは本当はね、汚いとダメなんだよね。本当は。本当はね。本当はね。掃除してくださいとか書いてあるもんね。いいよ。いい。あれってでも外用なんだろうね。
it ticks, a mournful beat. Echoes dance down an empty street. Whispers trail where the heart should stay. Shadows fall, but they don't obey. Fingers trace the keys of regret, plucking notes down we can't forget. Time moves soft like a creeping tide, but it don't stop for no heart's pride. Tick-tock, it hums through the silence here. Every moment louder than the last tear. Life's a melody we play but can't rewind. A song we lose that we'll never find. Hands interlock but the grasp is frail. A steady march, a bittersweet.今回の動画いかがでしたでしょうか。今回は家のプチリノベーションというテーマでお送りしてみたんですけれど、我が家の壁紙を張り替えてみました。このお家はとても古くてですね、動画だとあんまりわからないのかなって思うんですけれど、壁の塗りムラとかがすごくって、で床も本当にもう老朽化が進んでいたというか、黒いもう取れない傷っていうのがすごく点在していて、嫌だなとは思っていたんですよね。それで入居してきた時からそうだったんですけれど、あんまり長くこう住むつもりで入居しなかったので、ちょっといいかなって思ったんですけれど、何年も何年も住んでみてなんかあまりいいかなって思えなくなってしまって、なので思い切って綺麗な感じにしてみようっていうことで今回プチリノベーションの動画で、これは触りの部分なのでまだ床も張り替えてないですし、少しずつ進めていって皆さんと動画でシェアできたらなと思うんですけれど、それで我が家はとって
とっても小さなアパルトマンなんですよね。18平方メートルしかないので、私がこのお家に引っ越してきた時は割と絶望的だったというか、こんなちっちゃな家でどうやって暮らそうってすごく思ったんですけれど、ただそういう中でいろいろな小さな空間で暮らされている人の動画とかそういうのを見たりして参考にしたりして、収納スペースとかの作り方とかそういうのをこううまくやって暮らしてきたんですけれど、なので割と小さい割にはそこそこ快適に過ごせてはいて、で小さな空間を快適にこうオーガナイズするコツみたいなものって本当に皆さん私とか私よりも小さな空間で暮らされてる方、本当に皆さんおっしゃることは空間を小さくても区切るというか、例えばご飯を食べるところとこういう本を読んだりとかちょっとくつろぐところとあとは寝るところとかそういう感じでなるべく小さくってもいろいろなこうアクティビティを全部一緒のところでするっていうことにならないようにすることが重要みたいなことをこれは本当に皆さんおっしゃっていて、私もそう思うんですよね。だから例えば机の上でご飯を食べて勉強もして本も読むみたいな、ずっと一箇所にしかいないみたいな状況をこう工夫して避けるっていうことがやっぱり重要なのかなって思っていて、それで私もこうやって本とか読んだりとかお茶飲んだりとかできるスペースを今回IKEA のキューブボックスでDIYしてみたんですけれども、前はラタンチェアがあってそれもすごく気に入ってはいたんですよ。ただやっぱりこう幅がすごく狭かったのでくつろぐっていうにはちょっとくつろぎきれないなっていうところもあったし、あとは下に楽譜を収納してあったんですけれど、やっぱり本とか楽譜は本棚の中に収納した方がすっきり見えるし綺麗だなっていうことで今回こんな感じでちょっと作ってみました。あとは壁紙の色を青色に薄いブルーにしたのはやっぱりお部屋にはそれぞれ特徴があるなって思っていて、例えばパリのオスマン町とかのちょっと格式高いそういうアパルトマンに住んでいるっていう時にできるこうお部屋の雰囲気とかインテリアと私みたいな屋根裏部屋にのインテリアっておのずと違ってくると思うんですよね。それで屋根裏部屋には屋根裏部屋のいいところがあるので、例えば動画の字幕でもちょっと書いたんですけれど、一軒家とかだと割と子供部屋とかになっていたりとかして、なのでちょっと可愛いイメージが似合うのかなと思って、そういうこともあったので今回壁紙も白ではなくって薄いブルーを選んでみて、でここだけじゃなくてもう一箇所薄いブルーの壁紙で貼ってみようかなって思う箇所もあるのでそういう壁紙貼りも続けたりとかしていこうかなって思ってるんですけれど。で我が家は本当に古いという話を老朽化が進んでるみたいな話をさっきしたんですけれど、あと天井も雨漏りとかも結構していたので去年の12月ぐらいから雨漏りをしてしまっていたんですよね。なので天井のシミもできていたりとかして、でそれが屋根の瓦の部分に問題があってそうなってるらしいみたいな感じだったんですけれど、修繕をしていただけるまでに半年ぐらいかかってしまったので、
屋根の修繕をしないのに天井を塗り直しても意味がないですので、塗り直したそばから雨降ってきてまたシミができちゃっても困ると思ったので、もうずっと天井のシミ汚いなとかって思いつつ塗り直すこともできなかったりしたんですけれど、やっとね屋根を修繕していただいて、本当に遅いんですよね。フランスだから遅いっていうのもあるのかなと思うし、あとこの辺りっていうのはパリとかもそうなんですけれど、歴史的建造物みたいなそういう地区なので、建物を自由に例えばこう色を変えたりとか屋根とかのね、そういうことが禁止されているので法律で、なので屋根の瓦一つ取り替えるのも多分おそらく指定されたものをもうきっちりそのままやらないといけないんですよね。なのでもうすごく遅くなるんですよ。私のアパルトマンの階段のところに綺麗なステンドグラスがあるんですけれど、一度それが割られてしまったことがあって、夜中に多分ちょっとお酒に酔っ払った住人なのかがガシャンって多分なんかぶつかってしまったみたいで、それで割れていたんですけれど、やっぱりそれもうずっと割れたままになっていて、本当にねいつやるんだろう、もうやらないのかなって思ったぐらい半年以上経った頃にやっと修繕していただいてっていう感じで、ステンドグラスも本当にステンドグラスだったら何でも当てはめていいっていうわけではなくって、もう色味も柄もそのまま前あったものとそのままのものを入れなければいけないので、やっぱり時間がかかってしまうんですよね、こういう建物は特に。でそうでフランスの方って結構DIY とかがすごく好きで、家具をこう自分たちで作ったりとか、あと壁を塗るとか天井を塗るとかっていうのはもう普通に皆さんされていますし、そういうことをすごくされるんですよね。でなんでなのかなっていうのに私なりの考察があって、なんでかっていうと、私が思うにあんまりお金を払って人に頼んでもあまりこちらが満足いくような仕上がりに結構ならないんですよ。そんなに仕事ぶりが丁寧じゃないというか、私も何回かやってもらった後に、いやでもなんかこれ私の方がうまくできたまではいかないにしても同じぐらいの、自分でやっても同じぐらいの仕上がりだったんじゃないかなとか思ったこともあって、なのでなんかね、わざわざお金をお支払いして支払ってやってもらって満足できないんだったら自分でやってそこそこの方がいいじゃないですかっていうこともあるのかなって勝手に思っているんですけれど、あんまりこうやってもらってもそんなに役に立たないというか、そういうところもあるのかなって、そんな風にちょっと自分なりに考察してみました。でもう一つおまけというかリノベーションとは全然関係ないお話なんですけれど、動画の中で飲んでいた私のお茶、最近自分でお茶をこうブレンドしてみるみたいなところにドハマりしてしまって、でなんとかして自分で買ってくるようなちょっと高級なお茶のこう香りを出せないのかっていうのをこうずっと考えていろいろ試していたんですけれど、今回動画の中で飲んでいたお茶は結構オレンジピールの香りがすごいふわっとして、すごくこう買ってきたような家で作ったとは思えないそういう香りになっているので、レシピを紹介しますので、ぜひ気になる方がいらっしゃったら試していただけたら嬉しいなとか思うんですけれども、はい、ここでは紅茶イングリッシュブレックファーストを使用していて、だいたい 15g ぐらいに対して1滴のオレンジのエッセンシャルオイルを入れて混ぜます。それからカカオニブなんですけれど、だいたい紅茶の1/3の1ぐらいの量なので、ここでは 5g ぐらいを入れました。それからバニラはちょっと計量するのが大変だったので少々、
トンガビーンズはだいたい1粒 1g ぐらいで、ここでは紅茶の3分の1の量にあたる 5g、 5粒入れたんですけれど、もっと少なくても大丈夫です。それからバラの花は色味を足すために入れたのでなくても大丈夫です。で混ぜて出来上がりです。はい、ということでお茶のレシピはこんな感じなんですけれど、材料はちょっといつでも手に入る材料ばっかりではないのかなって思うので、最低限紅茶とオレンジのエッセンシャルオイルと、あとカカオニブですよね。この3つがあると結構いい感じに仕上がります。気になった方はぜひぜひすごいね、お茶も市販されてるお茶とかって割とこう科学的な香料とかをすごく使用していたりとかするんですよね。なのでこう 100% 天然のお家で作る、それでいてこう外で買ってくるお茶と同じというか引けを取らないそんなフレーバーの、紅茶になっております。はい、ではこんな感じで終わりにしたいと思うんですけれど、また次回の動画もリノベーション系が続くのかなとかって思いますので、そちらも楽しみにしていただければと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。